そば打っててね、きついとか思ったことないよね。楽しいもんですよ。幸いね、体の具合もいいし気力もあるんで続けられたらいいなと。いらっしゃいませ。行政とそば生産組合かな、そば屋を作ろうとプロジェクトを始めたのを新聞で見てね、そば食べるの好きだし、そばを打ったこともなかったんだけどね、脱サラして飲食してもそううまくいくわけないんでね、不安ばっかりだったけど、いろんな人が助けてくれてバックアップしてくれたので続いたのかな。この手すりがないとね、そのまま時代劇で使えそうなんだけどねそば粉 100% になりますから、木こ打ちっていうのは10割手打ちそばのことを木こ打ちそばって言いますね。そば打ちで一番大切なこの水回しですね。そばっていうのは水が入った時が香りが立つんでね、この最初に水入れた時とあと湯がいた時かな、これから練り込みをしていきます。そば打っててね、きついとか思ったことないよね。楽しいもんですよ。後でお客さんが美味しいと言ってくれたらね、これが一番嬉しいことなので、これ円錐形を丸くしていきます。細い方は巻き棒、こうやって巻きつけて、円形から今度四角に、これでそばの長さが決まりました。そばの包丁は、ね、素人の人は買わないから、やっぱ道具屋さん通してみたいなのが多いですけどね、10万ぐらいしたかな。左利きなので高いんですよ。左利きはやっぱり高いの、刃物が空気に弱いんで、道具の片付け入りますんで。小麦の力っていうのは偉大ですよ。粘りね、それからパンにもなる、パスタにもなる、うどんにもなるね、すごいよ。お湯から下から沸いて登ってくるのが綺麗なんよ。もともとね、お蕎麦好きだったしね、子供の時からね。で自分で作るようになると余計にね、やっぱり美味しいもの、いいもの作んないとお客さん来てくれないから、だからその美味しいもの、いいものと思って毎朝蕎麦打ってるわけだから、そういうことへの愛着っていうかね、特に蕎麦の粉の状態とかね、そういうのを常に気をかけてやってるんで、愛着みたいなのがありますよね。
宮崎です。こっちに仕事で来てて、で文庫高田に友達がいるもんですから、美味しいとこどこって聞いたらここを紹介されてきました。結構もう僕そばに目がなくて結構いろんなところで食べてるんですけど、もうトップクラスに美味しいんじゃないかなと思います。とわりそばなのに結構麺が細いけど結構コシがあって香りも良くて最高でした。ね、やっぱりありがたいわね、外からね。結構まあオープンした時から佐賀、長崎、福岡、山口、広島あたり多かったんだけどね。そばはね、遠くから来てくれるのが一つと、やっぱり豊後高田が昭和の町どうのこうので観光に力を入れてたりとかね、いろんな要素があると思うんですよね。場所的には偏僻だからね、それでも来ていただけるっていうのはね、ありがたいですね。ありがとうございました。美味しいです。お店の感じもね、すごい素敵だし、美味しい。うまいね。国東市の国見からです。はい。まあ友達はね、富久と姫島。はい。私は2回目です。3回目。1回目。私は1回目です。ご主人がさ、そう。石丸健二郎さんのそうお兄さん。それももちろんね。そうそう。でうまくね、お蕎麦ねやってるっていうから、一度行ってみたいなと思って、蕎麦はお蕎麦本来のね味が。お出汁も美味しいしね。お出汁美味しかった。でも全部いただきました。ちょっと細麺で食べやすかった。私は蕎麦大好きなんだけど、やっぱりこうなんかいろいろと混ぜるのは嫌いなんで。なかなかいいお蕎麦屋さん。なかなかいいお蕎麦屋さん。かけそば、お店の雰囲気もね。いいお店を紹介してもらったからまた来ます。また来ます。どうもありがとうございます。ありがとうございました。幸いね、体の具合もいいし、気力もあるんで続けられたらいいなと。今ここまで続いてきて、これからもきちんといいそばが出せるような店として続けられるといいなという気持ちですかね。
テル民泊運営は当チャンネルにご相談を。開業から運営までトータルサポートいたします。当チャンネルを通して宿泊施設を PR し、視聴者に認知させ、強い集客力を実現。月間約500万人に宿泊施設の宣伝ができる。これまで撮影した約600店舗と協業し、ツアーを展開する独自の集客マーケティング方法。気になる方はコメント欄トップの URL へ。